どうもクロスロードラボです。本日はサントリーの角瓶です。以前2022年に、白角が限定復活発売した時にちょっと角瓶についても触れたんですけど、ちゃんと動画にしたことなかったんですね。角瓶といえば日本一の販売数量を誇るサントリーを代表するウイスキーで、2008年からの日本のハイボールブームの火付け役でもあります。ハイボールといったら角瓶というイメージほとんどの方が持ってると思うんですが、今回どうして角瓶かというと、なんと今年ジャパニーズウイスキーの日、2024年4月1日から角瓶がジャパニーズウイスキーになりました。サントリーのホームページをよく見てみると、日本洋酒酒造組合の定めるジャパニーズウイスキーの表示基準に合致した製品ですという一文が追加されています。これね、前までなかったんですよ。ラベルがね変わったわけでもないですし、大々的にプレスリリースがあったわけでもないので、知らない方ほとんどだと思うんですが、ちょっといい機会だなと思って本日はそんな角瓶がねジャパニーズウイスキーになって何が変わったのか、そしてね意外と知らない人が多い角瓶の歴史も紐解いていきたいと思います。そして最後はですね、現在唯一の、角瓶のラインナップでもある、復刻版の角瓶、それとね飲み比べていきたいと思いますので、最後までご覧になってみてください。ちなみにね今回結構長いですが、角瓶のバックボーンを知るとね、いつもよりさらに美味しく感じると思いますので、1回で見れない方は何回かに分けてご覧になってみてください。それでは行ってみましょう。はい、まず角瓶なんですが、どれぐらいすごいウイスキーかというと、こちら2020年の時点で年間500万ケース以上を売るモンスターウイスキーです。本数にしたら6000万本以上ってことです。これ日本のウイスキーではダントツのトップの売り上げで、世界的に見てもなんと10位以内に入る数なんですね。とんでもないです。誕生したのはなんと1937年、今から87年も前で、サントリーがまだ寿屋という社名だった時です。日課ウイスキーの創業者でもある竹鶴正隆さん主導で作り上げた日本初の本格的なウイスキー、サントリー白札の発売が1929年なので、まさに日本のウイスキーの歴史の黎明期に誕生したウイスキーでもあります。白札は本場スコットランドに倣ってピートを結構使っていたので、それが飲みにくさにつながってあまり売れなかったということで、その反省を生かして1932年にはサントリー10年ウイスキー角瓶を発売しました。ここには竹鶴さんも関わってます。公式ではここを、角瓶の誕生年にしてないんですね。発売したけどプロトタイプ的な感じだったと思います。そして1934年には、10年契約だった竹鶴さんが退社します。翌年の1935年、サントリー特角、こちら発売します。これね角瓶60周年の時に1回復刻しました。そして1937年、スコッチウイスキーに負けない日本のウイスキーを目指すということで、サントリー創業者鳥居慎次郎さんが、今の角瓶を象徴する亀甲模様の瓶に黄色いラベルを添えたサントリーウイスキー12年を完成させました。当初は角瓶という名前じゃなかったんですね。ちなみにこのデザインを考えたのは寿屋のチーフデザイナーで日本画家でもあった井上牧田さんで、日本らしさにこだわったデザインということなんですが、当時角瓶を発売するにあたって、これに失敗したら寿屋は潰れるでしょうなということを創業者の社長でもある、鳥居慎次郎さんに言われて、井上さんは世界中から集めた山のようなウイスキーボトルを前に頭を抱えたそうです。とんでもないプレッシャーですよね。日本的で世界のどこにもない瓶を作らなければいけないと考えた結果、以前鳥居さんが、九州へ出張した時の土産に買ってきた薩摩切子の骨董品にヒントを得て、この亀甲模様を思いついたということです。亀甲紋は、日本独自のデザインなので、それを見た鳥居さんは、亀は万年ということから、このデザインは万年残るというふうに井上さんの仕事を褒めて喜んだそうです。実際この時寿屋の経営状態はかなり悪くて、角瓶が失敗してたら本当に会社は潰れる状態だったらしいんですが、見事角瓶が大ヒットしたことによって倒産の危機を免れたそうです。1937年から日中戦争、そして第二次世界大戦と戦争状態だったこともあって、海外製品が日本に入ってこなかったのと、日本海軍の海軍指定品になったということ、そして陸軍にも大量納入していたこともあって、なんとか戦時中でもウイスキーを作ることができて、寿屋も倒産せずに済んだそうです。
戦後は高度経済成長期時代に突入して大衆バーの出現でさらに販売数を伸ばしていきます。1955年からは寿屋の自社製品を専売するバーのチェーン組織でもあるサントリーバーやトリスバーが全国にできて、仕事帰りのサラリーマンたちが集まる都会のオアシスとして賑わいも見せるようになります。なんと多い時で全国3万5,000件を超えるほどだったそうです。国民の生活が豊かになってくると、生活はどんどん西洋化が加速して、アメリカ映画のようにバーで一杯やるというスタイルにみんな憧れたそうです。この頃角瓶の出荷数はなんと年間50万ケース。サントリーオールドのように高級でもないけど、トリスのように安くもないという、ちょっと背伸びをして飲むウイスキーという位置づけだったそうです。そんなポジションが一気に変わったのが1989年。酒税法が改正されて、種類全般の価格が一気に下がります。従来の2750円だった角瓶の値段も1980円になって、ぐっと身近な存在になりました。ただすでにウイスキー市場は1983年をピークに冬の時代に突入していたんですが、角瓶は年間300万ケースを出荷するまでになっていました。この頃日本人の食がライト志向に変わりつつあるということで、アルコール度数を 43% から40度に下げて、すっきりとしたキレのいい香味を実現します。90年代には若者のウイスキー離れが加速していったので、なんとか、若い世代にウイスキーを飲んでもらおうと、あの手この手で広告戦略を打ちます。2004年、ウイスキー文化を再生するために、まずは核となる角瓶を若い世代に飲んでもらう必要があるということで、若い世代がかっこいい飲み方だけどきつくて飲めないと思うウイスキーロックをアレンジしたウイスキーと水の1対1の飲み方、ハーフロックを提唱します。テレビ CM には1対1のハーモニーを聴かせる当時人気だったケミストリーを起用。これによってずっと右肩下がりだったウイスキー市場の中で角瓶レギュラーサイズの販売数が伸び始めます。そして2008年、起死回生の一打として打ち出されたのが角瓶によるハイボール復活プロジェクトです。ビールの代わりにハイボールを飲んでもらおうと、ジョッキでハイボールを飲むという発想が生まれます。居酒屋さんで扱いやすいようにハイボールサーバーも開発して、飲食店向けにハイボールのセミナーも開催しました。これが功を奏してどんどんハイボールの出荷数が増えていきます。そしておなじみのウイスキーがお好きでしょの CM、ここから一気にブームは加速していったということで、2009年には、角ハイボール缶が発売します。2008年の末にはハイボールを扱う店が1万5,000店程度だったのが、2009年には6万店までに増え、若者の認知度も3割から8割近くまで上昇したといいます。2010年にはあまりにも角瓶が売れすぎて、生産調整のため市場から一度角瓶がなくなったこともありました。ここから現在の日本のウイスキーブームにつながってるわけですね。この時よく覚えてますけど、角瓶が市場に戻ってきたと思ったら、値上がりしてたんですよね。ちょっとね、残念でした。実はサントリー1950年代にトリスのハイボール、通称トリハイを大流行させ、さらには日本初のハイボール缶を発売した過去もあります。もう70年近く前にすでに一度ハイボールブームを作ってるんですね。もちろん炭酸自体が貴重な時代なので、ハイボールはバーで飲むのが主流でした。未だにトリスハイボールも現役でね、売られてるっていうのがすごいなと思います。これ不思議に思ってる方も結構多いと思うんですけど、この角瓶、表のラベルのどこにも角瓶という名前がね、書かれていません。発売当初はサントリーウイスキー12年という名前だったんですけど、正式に、サントリーウイスキーから角瓶という名前になったのは1950年です。ただ現在も、サントリーウイスキーとしか書かれてないんですね。これもともとは角瓶というのは単なる愛称に過ぎなかったということで、サントリーウイスキー12年が発売する前に角瓶という商品があったので、そこから来てるっていうのもあるのかもしれません。戦後の高度成長期に人々は親しみを込めてこのウイスキーを角瓶と呼ぶようになったということが説明されています。1950年に正式に名前が角瓶に変更されたんですが、ただサントリーが商標を出願したのは1994年なんですね。めちゃくちゃ後です。さらに正式に商標登録されたのはなんと2002年なんですよ。長い歴史のある角瓶にとっては最近のことですよね。これどうしてね、商標登録に8年もかかったかというと、サントリーは角型瓶入りウイスキーを指定商品として出願したんですけど、これじゃあ単に瓶の形をそのまま表現しただけということで却下されてしまったんですね。
要は商品の形を独占させてしまうということだったみたいです。ただ商標法には例外があって、長年使い続けた名前が需要者の間で有名になった場合、元来は商標と認められない用語でも特別に登録を認めようというもので、サントリーはその点を主張して登録を求めたということで、それが認められ、無事2002年に角瓶が登録商標というふうになったというわけなんですね。なんといっても昭和12年からね、広告とかで角瓶という言葉をずっと使い続けてますし、ラベルには書いてないですが、一般の認知度があまりにも高いと、そういうことだったんじゃないかなと思います。そして今回ジャパニーズウイスキーになった角瓶、このジャパニーズウイスキーの定義は2021年に制定された日本洋酒酒造組合の自主基準です。なので法律ではないんですけど、日本洋酒酒造組合に入っているメーカーはこの基準に遵守しています。主な基準はこんな感じになってます。パッと見ちょっと分かりづらいんですが、ここでね、最も重要な部分、日本国内の蒸留所で10日発酵蒸留を行っていること、そして最低でも3年以上日本国内で熟成していること、さらにはアルコール度数は 40% 以上、ここが皆さんにも分かりやすい最も重要なところなんじゃないかなと思います。2021年にジャパニーズウイスキーの定義が制定された時、サントリーの発表ではこの角瓶、ジャパニーズウイスキーの定義に当てはまらないウイスキーでした。他のメーカーを見てもこの価格帯でジャパニーズウイスキーの定義を満たしているものっていうのもなかったので、自社原酒を使ってたとしても海外原酒もね使ってるんだろうなと思ってたんですが、数年前からね、角瓶の裏のこの原材料の部分に国内製造という文字がつきました。この時はまだ公式を見てもジャパニーズウイスキーの定義に当てはまるとはね書いてなかったんですね。なので使ってる原酒が3年未満の原酒だからなのかなと、よく言われてたんですが、2024年4月からなんと公式ページに日本洋酒酒造組合の定めるジャパニーズウイスキーの表示基準に合致した製品ですという文章が記載されたんですね。これによって最低でも3年以上国内で熟成された山崎、白州、そして知多蒸留所で作られた原酒がブレンドされたウイスキーということが分かります。もちろん国内の他の蒸留所から原酒を買ってなければですけどね、そんなことはちょっと考えにくいですね。でこの、3年以上熟成した原酒を使うことによって今回定義に沿ったウイスキーへ変更されたということを公式に問い合わせて聞きました。これねかなりすごいことで、国内でジャパニーズウイスキーの定義に合致した一番低価格帯で買えるウイスキーがこのサントリー角瓶になったというわけなんですね。希望小売価格では税込み2101円なんですが、まだまだね実売価格は1000円台で買えると思います。この店の近くのセブンイレブンでも今回1800円くらいで売ってました。角瓶以外でこの価格帯近辺のジャパニーズウイスキーというと、サントリーオールド、そしてリザーブ、あとは戸河内シリーズぐらいですね。もちろんどれも角瓶よりちょっとね価格帯が上になります。ただね残念ながらこの角瓶ラベルではね判別はつかないんですよ。この先も今のところジャパニーズウイスキーの基準を満たすという表記にする予定はないとのことです。そして中身です。公式に問い合わせたところ、ブレンドで目指す角瓶の方向性に変更はないということで、味が大きく変わることは今のところないそうです。なので今回4月1日以降の、製造のジャパニーズウイスキーの基準を満たした角瓶かどうかはこれは分かりません。判別する術がないからですね。ただその辺は気にせず、この角瓶飲んでいきたいと思います。はい、それではね早速この角瓶飲んでいきたいと思うんですが、その前にね、この角瓶っていうのはですね公式の説明だと、山崎と白州蒸留所のバーボンダル原酒をバランスよく配合し、甘やかな香りと厚みのあるコク、そしてドライな後口が特徴というふうに説明されています。もちろんですねグレーン部分は知多蒸留所のグレーンウイスキーが使われているということで、ラインナップの方はですね、結構たくさんあります。180ml、700ml、そして1920、2704リッターとね、これだけあるんですが、なんとね5リッターもあるんですよ。5リッターの方はですね業務用1000倍というふうになってるんですけど、以前まではですね通常の角瓶と中身は変わらなかったんですが、数年前から5リッターのこのペットボトルだけは、レモンフレーバーが足されています。基本的には居酒屋向けですね。
これねかなりね残念な方いらっしゃると思います。やっぱり大容量で買うと安いんですよ。そして現在唯一の角瓶のラインナップでもあるこの復刻版の角瓶です。色がね結構違いますね。今復刻版の方がねちょっと色薄いんですね。これちょっと前のものなんで、もしかしたら現在は色ちょっと変わってるかもしれません。こちら2004年に最初に一般発売してから、現在はですね主に飲食店そして、バー業態なんかに業務用限定商品として現在も製造しています。これはねちゃんと今でも作っているのか公式に確認しました。昭和20年代の味わいとパッケージを再現したという内容で、アルコール度数も 43% あります。ここの部分にね、ちゃんと寿屋と入ってるのがいいですね。通常の角瓶よりちょっとね値段も高いんですが、飲食店をやってなくても Amazon とかでもね入手することができます。店頭に並べてるようなね酒屋さんとかも、Twitter、X とかを見ると、一部あるようです。こちらも今回なんとジャパニーズウイスキーの基準を満たす商品になったということで、ちなみにネット市場ではまだね、この肩が丸いタイプの復刻版売ってます。はい、これですね。これは2016年のリニューアルの時に、瓶の、肩部分の形状を丸みを帯びた形から、現在の少し角張った形に変更したということで、キャップもちょっと違いますね。キャップはですね 2.4 センチから 1.8 センチと短くなって、ここですね、この部分首元がすっきりとした印象に変わっています。メーカーに聞いたところ中身は、同じということみたいです。こちら通常のね、角瓶と飲み比べていきたいと思います。はい、こちらはね、買ってきたばかりです。はい、まずはこの通常の角瓶、なかなかこの角瓶をストレートでね飲むことっていうのもないと思うので、改めてね現在のこの角瓶の味わいっていうのを確認してみたいと思います。こうですね。そして復刻です。それではまずね通常の角瓶からいただきます。甘くてコクのある香りがします。結構ねバニラ香が、強いですね。数年前に飲んだ角瓶のストレートのね、香りはもうちょっと爽やかだったと思うんですが、今はねギュッと濃縮されたちょっと濃いような、香りになってると思います。ちょっとねリンゴっぽい香りが出てきましたね。ちょっと時間を置くとフルーティーな香りが出てきました。いただきます。結構まろやかな味わいですね。バニラのフレーバーの土台にリンゴのようなフルーティーさがあります。余韻はちょっとこうビターに抜けていく感じです。それと同時にねやっぱりコクを感じますね。ウイスキーを飲み慣れてる方だったら全然ストレートでもねいけちゃうような内容になってます。続いて復刻の方飲んでみたいと思います。いただきます。復刻の方はもう香りからね少しこうスモーキーさがあります。ただ通常の角よりは少し爽やかな感じですね。少しライトな感じがします。香りからは結構こうバニラ&スモーキーみたいなそういう言葉がね連想されます。いただきます。結構スモーキーさ感じます。これはねスモーキーなウイスキーが本当に苦手っていう方は結構ダメなんじゃないかっていうぐらいスモーキーさが余韻にしっかり残ります。とてもねピートが効いてます。もちろん、アイラモルトとか普段飲んでる方からすると、全然感じないかもしれませんが、シングルモルトの余市とか白州とかにピートをしっかり感じる人はかなりねピートを感じるんじゃないかなと思いました。ただボディはねこの通常版の方がどしっとね重さを感じます。こっちの方がバニラ強めですね。アルコール度数は、この復刻版の方が 3% も多いんですけど、この通常版の方がね濃厚さはあります。やっぱりちょっとフルーティーさがね徐々に出てきました。フルーティー&スモーキーな感じになってきましたね。ただね全体的にやっぱりライトですね。ただ美味しいです。やっぱりね角瓶めちゃくちゃクオリティ高いです。次はねちょっと冷やしてロックで飲んでみたいと思います。
はい、まずはね通常の角瓶いただきます。ロックにすると結構こうフルーティーさが際立ちます。甘さもねギュッとこう引き締まった感じがありますけど、そんなにこうビターさも強くならなくて、十分これねロック美味しいですね。今ねまだキンキンに冷えた状態にはなってなかったんですが、これキンキンに冷えても美味しいんじゃないかな。もう全然美味しいです。ちょっと冷やしすぎるとビターさは増しましたけど、普段ロックを飲み慣れてる方だったら全然問題ないぐらいだと思います。余韻ちょっとビターさありますねやっぱりね。ただフルーティーさ、甘さ、そしてバニラのコクと、全然ねどれも感じることができて、飲み応えは結構あります。全然軽くならなくていいですね。そしてこちら復刻版飲んでいきたいと思います。復刻版はですね、冷やすとそんなにこう香りからはスモーキーさが、ちょっと弱くなったかなと思うんですが、飲むとスモーキーさ際立ってますね。香りはやっぱり冷やすとねそんなに香り立ちはよくというかグッと抑えられたんですが、美味しいです。これスモーキーさはやっぱり結構ね感じますね。ただねやっぱり飲み応えっていう部分ではボディの厚み、そういう部分ではこの通常版結構ねありました。こっちはバニラとフルーティーさとスモーキーさのバランスがね、結構いい感じで、スモーキーさだけが突出してるっていう感じでもないんですよね。しっかりバニラ感、あとは、フルーティーな味わい結構感じることができます。ちょっとキャラメルっぽい甘さもありますね。美味しいです。次は角瓶といったらハイボールです。はい、やっぱりね角瓶といったらこの、角瓶のジョッキで作った方がいいのかなと思うんですが、やっぱりこのチャンネルはウイスキーチャンネルなんでね、ちゃんとキンキンに冷やした口当たりのいい通常のグラスで作りました。そしてメーカー推奨は1対4なんですけど、これはあくまでね一般の方にもウイスキーを好きになってほしい、そしてあとは食事の時にねビールの代わりに合わせて、ごくごくいってくださいっていうそういう割合なので、いつものこの、チャンネルの基準とりあえず1対3でね作りました。もちろん割合は決まってないのでお好みでね、飲んでください。それではね早速いってみたいと思います。いただきます。うまっ。結構ハイボールにすると青りんごの感じが、爽やかにね出てきますね。飲み応え結構あります。バニラの感じっていうのはだいぶグッと抑えられて、余韻にねコクが残ります。思いのほかねやっぱり爽やかですね。ストレートとかロックで飲んだ時はちょっと赤りんごの、感じでしたが、ハイボールにするとねちょっと青りんごっぽく、そういう爽やかなね、フルーティーさに変わりました。普段やっぱり居酒屋さんとかで頼むとこのジョッキでね出てくると思うので、自分のね割合で作るこの角ハイボールっていうのはねめちゃくちゃ格別だと思います。あんまり家でね角ハイボール作らない方はぜひね試してもらいたいなと思うんですが、次はね復刻いってみます。もう口当たりから結構ねスモーキーな味わいがしっかり感じます。やっぱりね全然この、通常の角瓶と復刻ね別物ですね。通常角よりも少しボディはライトになってますけど、やっぱりこのスモーキーさが、味に厚みを持たしてるんじゃないかなっていうね、そういう感じに感じます。これぐらいのねスモーキーさが好きだっていう方結構いるんじゃないかなと思います。ちょっとこうアイラモルトぐらいスモーキーになるとスモーキーすぎてね、もうちょっとこう穏やかなものを飲みたいなっていう方もねいると思うんですけど、最近はやっぱり、ピーテッドのウイスキー人気ですからね、どうしてもこう 40、50ppm ぐらいの飲んでる方多いと思うんですけど、これぐらいのスモーキーさってねめちゃくちゃ全体のバランスがよく感じます。例えるならボウモアとかよりは、ピートレベルもっと、下です。体感のピートレベルですね。飲み応えあります。これはね
ブラインドでポンと出されたら、角瓶だって分かんないですね。こっちのスモーキーな、復刻の方は。スコッチウイスキーって勘違いする人もいるんじゃないかなって個人的には思います。試したことない方はね、ぜひね、この復刻も試してください。っていうか、むしろこの飲み比べをね、試してもらいたいなと思います。はい、いかがだったでしょうか。普段からね、角瓶を飲んでる方も結構いると思いますけど、バックボーンなかなか知る機会ってね、ないと思いますので、バックボーンを知るといつもより美味しく感じる方、きっとね、多いと思います。そしてしばらく角瓶を飲んでなかった方、ぜひね、これを機会に飲んでみてください。もちろんね、ジャパニーズウイスキーに切り替わったボトルがどれか分かりませんが、この動画を飲むきっかけになればね、いいなと思います。この動画内にも出てきたジャパニーズウイスキーの定義については以前動画も作ってますし、そして、以前復活した白角、そちらの動画もありますので、どちらもこの動画の概要欄に記載しておきます。そして飲み比べた、復刻の角ですね、こちらの商品リンクも、この概要欄に記載していますので、どこ探しても手に入んないっていう方はそちらからね、購入してみてください。それでは長くなりましたが、以上で終わりたいと思います。チャンネル登録、Twitter フォロー、インスタのフォロー、サブチャンネルの登録をお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。